さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？なんとですね、今日は卵もバターも使わないこねない食パン、こちらご紹介したいと思います。最後まで作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これまず強力粉とお塩、グラニュー糖、イースト、生クリーム、お水、ホワイトチョコ、これで作っていきます。はい、これまず型なんですけど、今日はパウンドケーキでいつも使ってる型を使いたいと思います。で、これ型に少しだけちょっと油を塗りたくて、これ今日今料理に使ってるオリーブオイル用意してます。これを薄く型に塗っとくと、焼き色も綺麗に入って型離れもいいので、こうやって塗っといてください。今回バターを使わないっていうレシピなので、これは油でこうやってまんべんなく塗って用意しておきます。はい、まず最初にこれお水と生クリームなんですけど、これを一緒にして600W で1分加熱してください。必ず1分守ってやってください。でもしこれ生クリームなんですけど、牛乳に変えちゃうと仕上がりのパンが硬くなっちゃうので、どうしても生クリームとか牛乳嫌だなっていう方は水を増やしてもいいです。ただちょっと味気ないパンになっちゃうので、なるべく生クリームでやってください。これ温めておきます。はい、じゃあちょっと材料を混ぜていくんですけど、まずこれお塩ですね。お塩端っこにちょっと入れます。で、これイーストと砂糖なんですけど、これは2つを混ぜて事前にこうやって混ぜておいてください。で、直接塩に触れるとイーストの働きが悪くなっちゃうので、ちょっと塩とは離して入れます。で、この段階でちょっと少し粉を混ぜて、振るったりする必要全くないので、こうやって混ぜておきます。そしたらさっき温めといた液体ですね。ちょっとこうぬるいかなぐらい、熱々でも全然大丈夫ですよ。これを一気に入れていきます。で、これをどんどん混ぜていってください。はい、今ちょっとまだベタベタしてるんですけど、今完全に混ざった状態ですね。ここにチョコレート入れていきます。はい、ホワイトチョコなんですけど、600W で30秒今2回3回ぐらいですね。ちょっと様子見ながらレンジで溶かしたような感じです。で、このパンの生地にホワイトチョコレートを入れて、ホワイトチョコレートの材料って油と、あと粉乳とかと、あとお砂糖ですよね。なのでパンにこう粉乳を入れて作って、こうちょっとミルキーなパンを作ることもあるんですけど、その方法をバターを使わずに今回ホワイトチョコを選んでいます。今チョコ入ったんですけど、こうやって外からの生地をこう中にどんどん入れてって、練り込んであげるような感じですね。ホワイトチョコちょっと油なんで、本当だったら皆さんここにバターを入れると思うんですけど、バターじゃなくてホワイトチョコレートをこうやってどんどん練り込んでいく感じ。はい、これ今ホワイトチョコが見えなくなってきて、こんな感じですね。まだ全然柔らかいです。で、よくこう引っ張って膜が見えるぐらいとか、そういったの全然気にする必要なくて、で、これしっかり混ざったらこれラップをしてですね、一晩冷蔵庫で寝かしてください。そうするとこう綺麗にぷっくり膨らむので、その後またやっていきます。今日はこのまま一晩冷蔵していきます。さあ、これ一晩寝かしといたんですけど、結構倍ぐらいのサイズに膨らんでます。で、さすがに一晩ちょっと待てないわっていう方は、さっきの生地をですね、湯煎してもう強制的に倍ぐらいになるまで発酵させても大丈夫です。そうすると、ちょっと状態違うんですけど、それでもできないことないです。ちょっと焼き上がりの食感は変わってきます。今回は作って翌日に使う方法ですね。そうすれば焼きたてが好きな時に食べれるので、こちらも今回おすすめだと思ってやってます。この後またこねていきます。はい、これ湯煎しといたんですけど、目安は常温になるような感じですね。冷蔵したままだとちょっと発酵が弱いので常温にしてます。はい、今これちょっと出したんですけど、これしっかりこう空気を抜いてください。パンチするとかって言うんですけど、専門的に言うとプシュプシュってこうガスが抜ける感じですね。で、これを3等分にして丸めて、また型に入れて発酵させます。なので今日はこれちょっと一晩寝かせる生地をやってるんですけど、湯煎して強制発酵させて、同じようにやるんでも全然いいです。でも一晩寝かしといた方が、例えば朝ねパッてやって焼いたりもできるんで、
そういう作り方もいいかなと思って紹介してます。これ大体3等分にして、で本当はねこうやって丸めて丸くするのがパン屋さんがこうやってやるんですよ。なんですけどこれ多分皆さんやりづらいと思うんで、この両端の生地をこう中に入れる、引っ張って中に入れる、引っ張って中に入れる、これ下つまんでください。こうやってで90度90度じゃなくてちょっとだけこう角を丸めてやっていくと、綺麗なこういう丸ができます。こんな感じ。これちょっと多かったら生地切って、グラム測ってもいいんですけどね、こうやって足したら大丈夫です。全部同じグラム量ぐらいになるようにやってください。はい、これ3等分済んだので、これですね、最初にちょっと薄く油を塗っといた型ですね。これに閉じ目を下にしてこうやって入れていきます。閉じ目を下にしてこんな感じで、これもう一回ちょっと発酵させたいんですね。ちょっとこう型から出るぐらいまでこうぷっくりと。でこれは湯煎して発酵させたいと思います。はい、これ大きめのボウルとかバットでいいんですけど、湯煎お湯入れて、水道のあったかいお湯でいいですよ。でここに置きます。でここに直接ラップをしちゃうと当たっちゃうので、このボウルちょっと高さがあるところにラップをしてこうちょっと蒸らしてあげるような感じですね。発酵させていきます。さあこれ二次発酵終わった状態ですね。これぐらいまで膨らめば十分です。でちょっと今日これ2位なんですけど、焼いた時に表面をこうツヤツヤにする方法があって、これ生クリームですね、少しだけつけて、卵黄とかでも牛乳でもいいんですけど、こうやってちょっと塗ってあげます。強力粉を上に塗っても全然いいと思うんですけど、ちょっと今日は違う方法を紹介してます。これね、できればこう一定方向にこうやって塗るのがいいですよ。こっちだったらずっとこっち。さあこれで焼いていきたいと思います。さあできました。いい感じです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。もうめちゃくちゃ良くないですかこれ。食パンマンみたいな感じですよ。ふわっとしてる。すごいミルキー、バター入ってないのに美味しいじゃんこれ。さあこれポイントのおさらいですね。これ今回は事前に作って一晩冷蔵庫で休ませてこう発酵させるっていうやり方をご紹介しました。これによって例えば夜やって朝もう発酵してるんでちょっと丸めて焼いて朝焼きたてのパンが食べれるっていうのをこれぜひやってもらいたい。僕はたまにやるんですけど、ぜひ皆さんにもやってもらいたいと思います。あとはですね、今回これバター入ってないです。卵も入ってないんですよ。なのにめちゃくちゃこれふわふわでなんかねこうブリオッシュみたいな味わいです。それはホワイトチョコレートに入ってる粉乳とか油分がバターの代わりになって、粉乳は練乳とか生クリーム入れてるような感じですね。なんか生食パンみたいな雰囲気も持ってます。ぜひやってみてください。あと言ってなかった、最後にもう一個だけ。これもし食べきれなかったら、このぐらいのこうちょっと薄く一口じゃないですね、1人前っていうのかな、食べれるぐらいにカットしてラップしてこれ冷凍しちゃって大丈夫です。で食べるときにオーブントースターとかレンジでも正直いいぐらいです。オーブントースターだったらこれバターとか入れて焼いたらめちゃくちゃ美味しいブリオッシュみたいなパン食べれますので、ぜひやってみてください。今日も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。